今日はスティックチョコチップパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、スティックチョコチップパンを作っていきたいと思います。今回は食パンの簡単アレンジレシピをご紹介していきます。今回はクッキー生地のようなものを作って、それを食パンに塗って焼いていきたいと思います。作り方自体は混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。食感もサクサクふわふわでとても美味しいレシピになってます。さらに今回はオーブンバージョンとトースターバージョン、こちらの2種類ご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。食パン、無塩バター、薄力粉、お砂糖、卵、チョコチップ。今回はこちらの材料で作っていきます。まず食パンなんですが、今回は6枚切りの食パンを使います。こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。そしてバターに関しましては、こちらは無塩バターを使います。有塩バターでも作れないことはないんですが、少しね、塩味が強くなるので、無塩バターを使っていただくのがおすすめです。こちらのバターに関しましては、室温に置いて柔らかい状態にしておいてください。そして糖類ですね。こちらは上白糖を使っていきます。お好みできび砂糖などで代用していただいても大丈夫です。卵に関しましては M サイズの卵を使用します。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずボウルの中にこちら室温に戻しておいたバターを入れます。そして一度バターを練ってください。このぐらいですね。かなり柔らかい状態になるまで室温に置いておきましょう。あんまり放置しすぎるのも良くないので、時期によって変わると思うんですが、だいたい30分ぐらい前にね出していただいて、そして細かく切っておくと常温に戻りやすいと思います。バターはこれで OK です。そしたら続いてここにお砂糖を加えます。そしてよく混ぜましょう。お砂糖のダマがないようにしっかりねこのようにすり混ぜてください。はい、 OK です。このようにねちょっとふわっとした仕上がりになります。そしたら続いて卵を割り入れます。こちらの卵もね常温の状態に戻してから使ってください。こちらを割り入れます。卵を加えたらホイッパーに持ち替えてよく混ぜましょう。材料はね一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。はい、このようにねきちんと混ざれば OK です。そうしましたら続いて薄力粉をふるって加えます。加えたらねダマにならないようによく混ぜましょう。あとは粉が飛び散らないように最初は優しく混ぜてください。はい、このように混ざれば OK です。卵はね M サイズを使っても M サイズの中でもちょっと大きめの卵もあると思います。卵の大きさによってねこのように生地の緩さが変わる場合があります。もしあまりにも緩い時は少し薄力粉を足してみてください。そしたら続いてここにチョコチップを入れます。チョコチップがない時は板チョコをね細かく砕いて入れていただいてもいいかなと思います。そして混ぜましょう。上のねサクサク生地はこれで完成です。では続いてパンをスティック状に切っていきます。こちら4等分にします。まず半分に切ってまた半分に切ります。こちらも半分に切りましょう。このようにスティック状にしてください。ではねもう1枚も同じように切ります。パンはこのように切ってください。そしたらですねオーブンの天板を用意してください。ここにクッキングシートまたはねこういったオーブンシートを敷きましょう。そしたらまずここに食パンを並べていきます。そしてこの食パンの上にこちら先ほど作った生地を乗せていきます。スプーンなどでねすくって乗せていただくといいかなと思います。こんな感じで伸ばして乗せてください。残りもね同じように乗せていきます。はい、こんな感じで表面に乗せてください。
そうしましたらこちらを200度に予熱したオーブンで8分から10分ほど焼いていきます。今回はねオーブンで焼いていきますが、トースターでも焼くことができます。その場合は180度から200度ぐらい、あるいは900ワットから1000ワットぐらいにセットしていただいて、時間はだいたい5分から6分ぐらいを目安に焼いてみてください。ただトースターの場合はね表面がかなり焦げやすいので、途中からアルミホイルをかぶせて焼いていただくといいかなと思います。その時アルミホイルはこの表面の生地にねペチャッとくっつかないようにだけ注意してください。それでは焼いていきます。はい、焼き上がりました。このようにとっても美味しそうに仕上がってます。このぐらいですね、焼き色がつくぐらい焼いてみてください。オーブンの種類によって適正な焼き時間が変わる場合があります。なので8分ぐらいから様子を見ながら焼いてください。出来たては少しねこの上のねサクサク部分がちょっと柔らかい状態なので、少しね粗熱を取ってから召し上がってください。このようにとっても美味しそうに仕上がってます。それではねまだ少しねこのぐらい1枚分ぐらいですね生地が余ってますので、もう1枚食パンを使って今度は一口サイズバージョンを作っていきたいと思います。今度は3等分ですね。3等分にしてくるっと回転させて、また3等分にします。このようにね一口サイズにしてみてください。そしたらですねこちらはせっかくなのでトースターで焼いていきたいと思います。こちらも同じようにこの上に生地を乗せていきます。はい、このように乗せてください。それではこちらも焼いていきます。こちらはせっかくなのでトースターで焼いていきたいと思います。トースターで焼く場合は先ほどもお伝えしましたが、温度数の場合は180度から200度ぐらい、ワット数の場合は900ワットから1000ワットぐらいに設定して、時間はだいたい5分から6分ぐらいを目安に焼いてみてください。もし途中で焦げそうな時はね上にアルミホイルをかぶせてみてください。それでは焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。このようにね表面に少し焼き色がつくぐらいですね。このぐらいを目安にやってください。ただあんまり分厚くやりすぎると表面は焦げてしまって中がね生の状態になる場合もあるので、トースターでやるときはあんまり分厚く塗らないようにだけ注意してください。はい、これでスティックチョコチップパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面はサクッとして美味しそうに仕上がってます。そしてこちらがトースターで焼いた一口サイズタイプです。それでは割ってみたいと思います。断面はこんな感じです。表面もねカリッとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。表面がサックサクですごく美味しいです。ではトースターバージョンもいただきます。いただきます。こちら側もすっごくサクサクです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスティックチョコチップパンのポイントです。まずバターと卵に関しましては必ず常温に戻してから作るようにしてください。卵のサイズに関しましては今回 M サイズを使ってます。ただ M サイズの中でも卵の大小があるので、もし生地があまりにも緩すぎる時は少し薄力粉をプラスしてください。そして生地を作る時に関しましては材料を一つずつ合わせてその都度よく混ぜるようにしてください。あとは食パンをスティック状に切って、そして上に生地を乗せてオーブンで焼いてください。オーブンの場合は今回私は200度のオーブンで9分焼いてます。ただこちらはオーブンの種類によって適正な焼き時間や焼き色が変わる場合があります。なのでだいたい8分ぐらいから様子を見ながら焼いてみてください。そして今回ねスティックパンなんですが、生地がね1枚分ぐらい余ったので一口サイズバージョンもご紹介しました。こちらに関しましてはトースターで焼いたんですが、トースターで焼く場合はだいたい5分から6分ぐらいを目安に焼いてみてください。温度数に関しましては180度から200度ぐらい、ワット数に関しましては900ワットから1000ワットぐらいを目安に焼くようにしてください。こちらのパンなんですが、もし時間が経ってねちょっとしなっとしてしまった時はもう一度ねトースターで軽く温めてみてください。そうするとねまたカリッとすると思います。ただその時にね焦がさないようにだけ注意していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はスティックチョコチップパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。